ローマ帝国は本当に滅んだのか。西ローマ滅亡からビザンツ、神聖ローマ、そして1453年へ、ローマ帝国は476年に滅亡した。多くの人はそう習った。ゲルマン人の軍人オドアケルが最後の西ローマ皇帝ロムルス・アウグストゥルスを退位させた。西ローマ帝国は終わり、古代世界は幕を閉じた。だが、それは半分だけの真実である。ローマはまだ終わっていなかった。東には皇帝がいた。首都コンスタンティノープルには宮殿があり、官僚がいて、軍隊があり、法律があり、税制があり、そして何より自分たちをローマ人と呼ぶ人々がいた。現代の私たちはその国をビザンツ帝国と呼ぶ。しかし彼ら自身は自分たちをビザンツ人とは呼ばなかった。彼らはローマ人だった。皇帝はローマ皇帝だった。国家はローマ帝国だった。そしてその帝国は西ローマ滅亡からさらに約1000年続く。1453年、オスマン帝国がコンスタンティノープルを攻略するその日までローマ帝国の系譜は途切れなかった。ではローマ帝国はいつ滅んだのか。476年か1453年か、それともローマは滅んだ後も名前を変え形を変え別の者たちの中に生き続けたのか。今回は世界史最大級の問いを追っていく。ローマ帝国は本当に滅んだのか。第1章、476年西ローマ帝国の終わり。476年西ローマ皇帝ロムルス・アウグストゥルスはオドアケルによって退位させられた。この出来事は伝統的に西ローマ帝国の滅亡とされている。しかしここで注意しなければならない。476年にローマ世界が一夜で消えたわけではない。ローマ市の道路が消えたわけでもない。ラテン語がその日から使われなくなったわけでもない。ローマ法が無効になったわけでもない。人々が突然今日から自分たちはローマ人ではないと思ったわけでもない。起きたのはもっと静かでもっと象徴的な出来事だった。西側の皇帝という看板が外されたのである。すでに西ローマ帝国は長い時間をかけて弱っていた。軍隊を維持する力は落ち、税制は疲れ、地方は中央から離れ、皇帝は軍人たちに操られ、ゲルマン系の軍事指導者たちが帝国の内部で大きな力を持つようになっていた。つまり476年は巨大な建物が一瞬で爆発した日ではない。すでに柱が腐り、壁が崩れ、屋根が傾いていた建物から最後の看板が落ちた日だった。だが西の皇帝が消えたからといってローマ皇帝そのものが消えたわけではない。東にはまだ皇帝がいた。第2章、もう一つのローマ。コンスタンティノープル。ローマ帝国はもともと一つの中心だけで支配するには巨大すぎた。地中海全体、ガリア、ヒスパニア、北アフリカ、バルカン、小アジア、シリア、エジプト、これほど広い世界をローマ市だけで管理することは難しい。そこで帝国は次第に東と西に分かれて運営されるようになる。そして4世紀、コンスタンティヌス帝がビザンティオンの地に新しい都を築いた。コンスタンティノープル、後に新ローマとも呼ばれる都市である。この都市は場所が良かった。ヨーロッパとアジアを結ぶ、黒海と地中海をつなぐ、陸からも海からも守りやすい、東方交易の富に近く、バルカン、小アジア、シリア、エジプトを結ぶ帝国の要だった。ローマ市が帝国の記憶だとすれば、コンスタンティノープルは帝国の未来だった。西ローマが崩れていく一方で、東側は比較的豊かで、都市も多く、税収もあり、行政も強かった。東はより豊かで強く、中世を通じてビザンツ帝国として続いた。ここで歴史の見え方が変わる。ローマ帝国は西で終わった。だが東では続いた。そして東の人々にとってそれはローマの後継国家ではなかった。それ自体がローマ帝国だった。第3章、彼らはビザンツ人ではなくローマ人だった。現代の私たちは東ローマ帝国をビザンツ帝国と呼ぶ。だがこの呼び名は後世のものだ。当時の人々は自分たちの国をビザンツ帝国とは呼ばなかった。彼らは自分たちをローマ人、すなわちローマイオイと呼んだ。ブリタニカはビザンツ帝国の住民が自分たちをローマイオ、つまりローマ人と認識していたと説明している。またメトロポリタン美術館もこの帝国の中世の市民が自らをローマイと呼び、古代ローマ帝国の継承者だと考えていたと述べている。ここは動画で一番強調したい部分である。現代人はついこう考える。古代ローマが滅びた。
その後、東にビザンツ帝国という別の国があった。だが、当時の彼らの感覚は違う。我々こそ、ローマである。皇帝は、ローマ皇帝である。首都は、新ローマ、コンスタンティノープルである。帝国はまだ終わっていない。もちろん、彼らは、古代ローマ時代の人々と、全く同じではなかった。言葉は、次第にラテン語から、ギリシア語へ重心を移した。宗教は、古代の多神教ではなく、キリスト教になった。文化は、東地中海的になり、皇帝と教会が深く結びつく世界になった。しかし、変わったから偽物になったわけではない。国というものは長く続けば変わる。1000年続く国家が1000年前と同じ姿でいるはずがない。だから、東ローマ帝国とは、古代ローマのコピーではない。ローマが時代に合わせて変身した姿だった。第4章。ローマは国家だけでなく制度でもあった。ローマの強さは軍事力だけではなかった。道路、都市、税制、官僚制、軍隊、法律、皇帝権、そして世界はローマによって秩序づけられるという理念。これらが合わさってローマはローマだった。特に重要なのが法律である。6世紀、東ローマ皇帝ユスティニアヌス一世は膨大で複雑になっていたローマ法を整理させた。これが後にユスティニアヌス法典と呼ばれる法の修正である。これは単なる古い法律の整理ではない。ローマという文明が自分自身を保存しようとした行為だった。ユスティニアヌスは失われた西を取り戻そうともした。北アフリカのバンダル王国を倒し、イタリアにも遠征した。かつての地中海世界をもう一度ローマの元に戻そうとした。もちろん、その再征服は長く安定したものにはならなかった。戦争は重く、疫病もあり、帝国は疲弊した。それでも、ユスティニアヌスの時代は重要である。彼の時代、東ローマ帝国はまだ自分を単なる東の王国だとは思っていなかった。自分たちはローマであり、西は失われた領土であり、取り戻すべきものだった。ここにローマの執念がある。ローマとは地図上の領土だけではない。かつて世界を秩序づけた帝国という記憶そのものだった。第5章、ローマ史に残ったもう一つのローマ。一方、西のローマ史はどうなったのか。西ローマ皇帝が消えた後、ローマ史は帝国の政治的中心ではなくなった。かつて100万都市とも言われた巨大都市は衰え、人口は減り、古代の栄光は遠ざかっていく。だが、ローマ史は完全には死ななかった。そこには教皇がいた。西ローマ皇帝が消えた後、ローマ教皇は西方キリスト教世界の精神的中心として次第に大きな意味を持つようになる。皇帝のローマが弱った後、教会のローマが立ち上がる。これは非常に面白い。ローマは軍団の都から信仰の都へ変わっていく。かつてローマ皇帝は地中海世界の政治的支配者だった。しかし中世においてローマ教皇は西ヨーロッパの王たちに対して宗教的な権威を持つ存在になっていく。つまり西ではローマは帝国国家としては消えた。しかし宗教的権威として残った。この時点でローマの系譜は分裂している。東にはローマ皇帝がいる。西のローマ市にはローマ教皇がいる。政治のローマは東へ、宗教のローマは西へ。そしてこの分裂がやがて新しいローマ皇帝を生むことになる。第6章、800年、ローマ皇帝が2人になる。800年、クリスマスの日、ローマ教皇レオ3世はフランク王カール大帝に冠を授けた。称号はローマ皇帝。これは世界史の大事件である。カール大帝が800年に教皇レオ3世からローマ人の皇帝として戴冠され、西方において5世紀以来初めてローマ帝国が復興された。だが、ここには大きな問題がある。東にはすでにローマ皇帝がいた。コンスタンティノープルの皇帝からすれば、カール大帝の戴冠は勝手な行為である。ローマ皇帝は自分たちであり、西の教皇が勝手に新しい皇帝を作る権利などない。ブリタニカの神聖ローマ帝国の記事も、カール大帝の戴冠について、法的には異例で革命的な手続きだったと説明している。ここでローマの名は二重化する。東には古代ローマ帝国から続くローマ皇帝、西には教皇が戴冠した新しいローマ皇帝。どちらが本物なのか。血筋か都か、教皇の承認か、軍事力か、法律か、人々の認識か。この問いは単なる肩書き争いではない。ローマという名がそれほどまでに価値を持っていたということだ。ローマは滅んだはずだった。だが、滅んだはずのローマの名を王たちは欲しがった。
教皇も必要とした皇帝たちは名乗りたがった。なぜならローマとはただの過去ではなかったからだ。ローマを名乗ることは世界を支配する正当性を名乗ることだった。第7章、神聖ローマ帝国というローマの影。カール大帝の帝国は後の神聖ローマ帝国へとつながっていく。この神聖ローマ帝国は古代ローマ帝国そのものではない。首都もローマではなく、文化もゲルマン的で、領域も主にドイツや中央を中心としていた。だが、その名前にはローマが入っていた。ここが大事である。神聖ローマ帝国は実態としては古代ローマとは大きく違う。しかし理念としてはローマを継ごうとした西ヨーロッパにおいてローマとは失われた秩序の名前だった。西ローマ帝国が崩れた後、西ヨーロッパは多くの王国に分かれた。フランク、ゴート、ランゴバルド、アングロサクソン、各地に王たちが生まれ、古代の統一帝国は消えた。しかし人々の記憶の中にはまだローマがあった。一つの法、一つの秩序、一つの帝国、一つの普遍的な支配。神聖ローマ帝国はその記憶を政治的な形にしようとした存在だった。だからこそ後に有名な皮肉が生まれる。神聖でもなくローマでもなく帝国でもない。だがその皮肉だけで片付けてはいけない。神聖ローマ帝国の重要性は本当に古代ローマそのものだったかではない。ローマという名前が中世ヨーロッパの政治的想像力を支配し続けたことにある。ローマは国家として死んでも理念として王たちの頭上に残り続けた。第8章、東ローマは変わりながら生き延びた。では本家ともいえる東ローマ帝国はその後どうなったのか。東ローマは決して一直線に栄え続けたわけではない。7世紀にはイスラム勢力が急拡大し、シリア、エジプト、北アフリカといった重要な地域を失っていく。かつて地中海全体を抱いていたローマは次第に小アジアとバルカンを中心とする国家へ縮んでいく。ここで東ローマは古代の地中海帝国から中世のギリシア語、キリスト教帝国へと姿を変えていく。メトロポリタン美術館はこの国家が最終的にはギリシア語を話すキリスト教国家として知られるようになった一方で、市民は自分たちをローマ人と考えていたと説明している。つまり東ローマは変化しながら生き延びた。古代のローマではなくなっていく。だがローマであることをやめない。ここに長寿国家の本質がある。長く続くものは変わらないから続くのではない。変わるから続く。東ローマ帝国はラテン的な古代帝国からギリシア語の宮廷文化、正教会、皇帝儀礼、官僚制を備えた中世国家へと変化した。それでもなお彼らは自分たちをローマ人と呼んだ。これは単なるこだわりではない。ローマ人であることは彼らにとって世界観だった。自分たちの帝国は神の秩序を地上に移す存在であり、皇帝はその中心にいる。コンスタンティノープルはただの首都ではなく世界の中心だった。だから東ローマ帝国はたとえ領土を失っても人口が減っても外敵に囲まれても最後まで自分たちをローマとして理解し続けた。第9章、1204年、十字軍がローマを指した日。東ローマ帝国の長い歴史の中で致命傷の一つとなったのが1204年である。第4回十字軍。本来はイスラム勢力に向かうはずだった十字軍が同じキリスト教世界の大都市コンスタンティノープルを攻撃し占領した。これは東ローマにとって外敵からの侵略以上に深い傷だった。同じキリスト教徒に帝国の首都を奪われたのである。コンスタンティノープルは略奪され、財宝や聖遺物は西へ運ばれ、東ローマ帝国は一旦分裂する。その後、1261年に都は奪回されるが、帝国はもはや以前の力を取り戻せなかった。この事件の意味は大きい。東ローマを滅ぼしたのは単純にイスラム勢力だけではない。西方キリスト教世界との対立、経済的競争、十字軍の暴走、ベネツィアなど商業都市の利害もまた帝国を弱らせた。ローマの系譜を名乗る世界は外敵だけでなく同じキリスト教世界の内部からも傷つけられていった。ここにも歴史の皮肉がある。ローマはあまりに大きな名前だった。だからこそ多くの勢力がその遺産を欲しがった。そしてその遺産をめぐる争いがローマをさらに削っていった。第10章、1453年、最後のローマ皇帝。1453年、
東ローマ帝国はついに最後を迎える。オスマン帝国のスルタンメフメト2世はコンスタンティノープルを包囲した。巨大な城壁を誇った都市は長く難攻不落とされてきた。しかし時代は変わっていた。大砲が城壁を砕き、包囲は続き、都市は追い詰められる。1453年5月29日、オスマン軍はコンスタンティノープルを攻略した。メフメト2世が55日間の包囲の末にコンスタンティノープルを征服し、これによって衰退していたビザンツ帝国が終わった。最後の皇帝はコンスタンティノス11世パレオロゴス。彼は1453年のコンスタンティノープル防衛で戦死した。ここで政治国家としてのローマ帝国はついに終わる。アウグストゥスがローマ帝国の初代皇帝となった。紀元前27年から数えればおよそ1500年。西ローマの滅亡から数えてもおよそ1000年。ローマ帝国とは途方もない長さを持った歴史だった。しかし1453年でさえローマの名は完全には消えない。コンスタンティノープルはオスマン帝国の都となる。都市はイスタンブールへと変わっていく。オスマンの支配者もまたローマの遺産を利用しようとした。ローマという名はなおも力を持っていた。第11章、ローマの系譜はいくつにも分かれて生き残った。ここで改めて整理しよう。ローマ帝国は476年に終わったのか？西ローマ帝国という政治体制は確かに476年に終わった。だがローマ帝国全体が消えたわけではない。東ローマ帝国は1453年まで続いた。しかもその人々は自分たちをローマ人と呼び、帝国をローマ帝国と考えていた。では1453年にローマは完全に終わったのか？国家としてのローマ帝国はそこで終わったと言ってよい。だがローマの系譜はそれでも残った。第一に法律として残った。ローマ法はユスティニアヌス法典を通じて整理され、後世のヨーロッパ法に大きな影響を与えた。第2に宗教として残った。ローマ教皇は聖法キリスト教世界の中心としてローマという都市の意味を守り続けた。第3に称号として残った。カール大帝の大韓神聖ローマ帝国、そして後世のさまざまな帝国理念にローマの名は影を落とした。第4に文化として残った。道路、都市、ラテン語、法、建築、政治思想、キリスト教世界の秩序。それらはローマ帝国が消えた後もヨーロッパ世界の土台であり続けた。つまりローマは一つの国名ではなかった。それは文明の記憶だった。権威の源泉だった。法の体系だった。宗教的中心だった。そして世界を一つの秩序でまとめるという巨大な夢だった。終章、ローマは滅んだ。だがローマは終わらなかった。ローマ帝国は滅んだ。それは事実である。西ローマ帝国は476年に終わった。東ローマ帝国は1453年に終わった。ローマ皇帝の宮殿も軍団も元老院の古い遺構も地中海世界を支配した帝国国家も歴史の中へ消えていった。だがローマは終わらなかった。なぜならローマは単なる領土ではなかったからだ。ローマとは名前だった。法だった。都市だった。教会だった。皇帝という理念だった。文明の記憶だった。だから476年に西の皇帝が消えても東でローマは生きた。1453年にコンスタンティノープルが落ちてもローマ法は残った。ローマ教皇は残った。神聖ローマ帝国はその名を掲げた。ヨーロッパの王たちはローマの意向を求め続けた。ローマは滅びた後も人々に名乗られ続けた。ここにローマ帝国の本当の凄さがある。普通の国は滅びれば終わる。だがローマは滅びた後も誰がその後継者なのかを争わせた。東ローマ皇帝、ローマ教皇、カール大帝、神聖ローマ皇帝、オスマンのスルタン、後世のヨーロッパ諸国、彼らはそれぞれ違う形でローマの遺産を欲しがった。なぜならローマを継ぐということはただ古い国の名前を借りることではなかったからだ。それは世界の中心に立つという主張だった。ローマ帝国は本当に滅んだのか？答えは単純ではない。国家としてのローマは滅んだ。だがローマという理念は死ななかった。西ローマは滅んだ。東ローマも滅んだ。だがローマは王の中に、教会の中に、帝国の称号の中に、都市の石畳の中に、ヨーロッパの政治思想の中に残り続けた。だからこそローマ帝国の歴史は
ただの滅亡の物語ではない。それは一つの文明が国家の死を超えてどのように記憶され、利用され、受け継がれていったのかという物語である。ローマは滅んだ。だが、ローマは終わらなかった。そして、その矛盾こそが、ローマ帝国を世界史上最も巨大な存在にしている。チャンネル登録、高評価お願いします。